皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。私は40年以上にわたり国内会議だけでなく国際会議でも研究成果の講演を行ってきました。これにより多くの国の研究者と知り合いになり、国際的交流を深めることができました。一方で、異なる国の研究者の行動を観察し、彼らの気質が国により大きく異なることに気づきました。今回は交流を繰り返す中で特に印象深かったインド人の研究者についてお話しします。北西アフリカ沖の大西洋に浮かぶスペイン領カナリア諸島で2000年に開催された国際会議へ出席した時のことです。カナリア諸島は火山島であり、最近も一つの島の火山が噴火し、住民が避難しているというニュースが流れていましたね。会議の場所となったテネリフェ島は観光地であり、毎年欧州諸国からやってくる観光客で賑わっているようです。海岸にはビーチパラソルを広げたレストランが並んでいました。日本から遠く離れており、島へ行くのに数日を要することから、私が訪れた時には日本人の観光者に出会うことはありませんでした。定年退職した多くのドイツ人がバカンスで訪れているという話を聞きました。会議はホテルの一室を借りて5日間のスケジュールで行われました。参加者の国はスペイン、ポルトガル、ロシア、アメリカ合衆国、南米のいくつかの国、そして日本、台湾、インドでした。こういった国際会議では、開催期間の中日にエクスカーションと呼ばれる遠出が組み込まれています。私たちは島の中央にある標高3718メートルの活火山の頂上付近の国立公園を目指してバスツアーを行いました。山肌に沿ってきれいに舗装されたドライブウェイをしばらく登っていくと、道の両側にブドウ畑がありました。主催者である友人によると、このブドウから作られるワインは他のものにない特色を持ち、味がとても良いそうです。このような自慢話などを聞きながら会話を楽しんでいるうちに、バスは12時ごろ中腹のレストランに到着しました。そこで簡単な食事を済ませた後、出発まで少し時間があったので、私はレストランの前でくつろぐことにしました。すると、インドから一人だけ参加していた研究者が同じアジア人である私に声をかけてきました。もっとも私にはインド人を同じ地域のものとは思えないのですが、いずれにせよ強い訛りのある英語で臆することなく堂々と世界を渡り歩くインド人に、私は前から好感を持っていました。彼はインド工科大学の准教授で敬虔なヒンドゥー教徒でした。私は朝食の時いつも彼を見かけていたので、参加者にインド人がいることを知っていました。彼は毎朝7時ごろ、ホテルのレストランの席に着き、大量の野菜を皿に盛っては何度もおかわりをしていました。私の場合、7時半ごろから食事を始め、8時までには済ませていましたが、彼はこの時刻もずっと食べていました。完璧なベジタリアンである彼は、野菜とミルクだけで一日の活動エネルギーを取得するのに必死だったのでしょう。そのインド人研究者がレストランでの食事の後、
私に周辺を散歩しようと誘ってきたのです。私は同意し、こうして2人の散策が始まりました。周辺は灌木と岩が散在する原野でした。しばらく歩くと、彼が20メートルくらい先の低木と岩山が対になった場所を指さして、あそこにはきっと焚き火の跡があるよと言いました。そこへ行くと確かに黒っぽい焚き火をしたような跡がありました。なぜ分かったのかと尋ねると、彼は満面の笑みを浮かべて、インド人はこのような場所を見ると焚き火をしたくなるのさと答えました。私はこの設定を釈迦が悟りを開いた場所に似ていると思いました。でも現在のインド人の多くは仏教徒ではありません。インドにはこのような場所が多く、彼らが焚き火をするときに必然的にこのような場所を選ぶことになるのでしょう。いずれにしてもインド人はこの太平洋に浮かぶ偏僻な場所も訪れ、彼らの習慣を実行していたのかと驚きました。インド人と中国人は世界のどこにもいますからね。また、神の英単語、すなわちガッドの語源を知っているかと彼が質問してきました。私は知らないと答えると、彼は熱心に話し始めました。この語源はインドにある。G は Generator 創造神、O は Operator 維持神、D は Destroyer 破壊神の頭文字を取っており、ヒンドゥー教の三大神を表しているというのです。私はこのうまくできた話に聞き入りました。後で調べると語源はやはり別にありました。大学の先生の話だったのでうっかり騙されるところでした。今度は私からあなたはガンジス川で沐浴をしたことがあるかと質問しました。敬虔なヒンドゥー教徒ならばこの川で一度は沐浴したことがあるだろうと思ったからです。ある日本人が面白半分にガンジス川の水に浸り、その後数日間下痢や嘔吐で苦しんだという話を聞いたことがあります。川の水は全く飲まなかったというので、おそらくウイルスが肛門から侵入したのでしょう。沐浴をしている人の傍らで死者を火葬し、その灰を川に流したり、川に入った牛が放尿や脱糞をしているシーンをテレビで見たことがあります。ガンジス川は世界で最も汚染された川だという人がいます。私の質問に対して彼は、私はここではなくずっと上流で沐浴をする。なぜならば皆が沐浴する場所のすぐ上に化学工場があり、細菌、ウイルスよりも化学物質の方が怖いからねと回答しました。敬虔な信者であっても科学の知識を持つ研究者は分別を持って行動するようです。納得しました。会議も終盤に差し掛かった日の夕方、市長主催のパーティーが旧市街の建物で開かれました。食事といってもクラッカーの上にいろいろな食材を乗せた軽いスナックとドリンクだけでした。私が他の研究者と談笑しているとき、インド人研究者があるスナックを私に示しながら、この上に乗っているのは魚かと問いかけてきました。宗教上魚も食べられないのかと少しかわいそうに思いながら、私はわからないと回答しました。すると横にいた若い研究者が少年のようないたずらっぽい笑みを浮かべながら、
魚ではないよと即答しました。これを聞いてインド人研究者はスナックを口へ運びました。しかしすぐさま口に入れたものを吐き出し、魚じゃないかと叫びました。私はかわいそうなことをしたと思いましたが、その横で魚ではないと言った若い研究者が、彼はなぜ魚と分かったんだろうと首をかしげていました。すべての会議のスケジュールが終了し、私たちは空港で飛行機を待っていました。その時、私は友人のスペイン人にインド人から教えてもらったガッドの語源について話しました。彼はすぐにスペイン人の輪の中に入りました。そして彼らとガッドについて討論を始めました。ガッドの語源がインドだとすると、イギリスにたどり着く前にそれはスペインを通っていったに違いない。でもガッドはスペイン語になっていないではないかなどと。別の学会でバルセロナに数日間滞在したことがあります。ランプラス通りの土産品店に入ると、そのオーナーは若いインド人でありびっくりしました。私が成功したねと言うと、彼は頬を緩めました。何も買わずに帰ろうとしたところ、彼がしつこく迫ってきたので、私はあと数日滞在するのでまた来るよと言い残して、ひとまずその場を逃れました。後日またランプラス通りを歩いていると、店主が私を覚えていて声をかけてきました。インド人はとても商売上手で、嫌味なく人の心に入ってきます。インド人が世界に根ざして生きていけるのは、この躊躇なきしつこさなのでしょう。一連のインド人研究者との会話から、私はインド人の気質を知ることができました。もちろん全てのインド人がこうだとは言いません。あくまで総括的に考えてということです。今日多くの外国人が日本を訪れています。日本人の思いやりのある行動に対して多くの旅行者は好印象を持っているようです。しかし外国旅行をするときには注意が必要ですね。日本人は外国人が自分たちと同じ道徳心を持っていると誤解して接してしまいます。痛い目に遭うことがありますので、決して気を緩めないようにしてください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に視聴していただくため、できればいいねボタンも押してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。